スーパーセッション3回目の青森、今更意気込みっていうことでもねないですけど、やっぱり最初からその、100キロ馬のマグロをリリースしたいということで企画を組んでいただいて、で3回目になるわけですけれども、なかなかやっぱりマグロなんで天気だったりとか潮もそうだし、あとタイミング、いろんなことが合わさらないと釣れないっていう魚っていうのはもう重々分かってのチャレンジなんで、3回ぐらいじゃへこたれないぞという意味で、今回も来てるんですけれど、長距離的にはなんか、60から80キロぐらい、たまには、時折100キロぐらいの単発があったりとか、事前の情報ではなんかそんなに悪くない魚はいるよっていうのを一郎さんにも聞いたので、今回も、いつもですけど期待はいつもして、でそのいつ何が起こっても全てのことに対応できるような準備っていうのは、120% に近いぐらいやってきました。どうだろうね、今まであんまりいい状況には当たってないんだけど、そういう状況にずっとあるとはいえ、いつモンスターが出るかっていうのはもうわからないわけで、いつ出てもいいような状況なんだよね。多分今回も魚はいるし、状況的にね、上に出てるか出にくいか、ナブラになるのかなりにくいのか、誘い出しに出るのか出ないのかとかっていうその状況っていうのは出てみないと分からないわけで、今年もそんなにいい状況ではなかったけれども、今その一つ台風が過ぎて状況がどう変化しているのかっていうところで、いつどんなのが出てきてもいいようなタックルの準備ができているわけで、スイちゃんと一緒にやってね、当初から言ってるように、いわゆるモンスターと言われている魚をどうやって取るか、どうやってリリースするかとか、その辺の準備はね、常にできてると思ってるけど、なんかね、しょっちゅう会いすぎてて、なんか会ってない感がないんだよ。1ヶ月も経ってないんじゃないですかね。なんか近くに住んでる人ぐらいな感じだよね。相当離れてるんですけど2000キロぐらい離れてるんですけど、これだけ青森に来てるのに龍飛崎は初めてです。15年ぐらい来てるね、初めてです。これが沖からよく見る龍飛灯台、龍飛崎灯台。さすがにでかいな。でかいですね。後ろさん、マグロ釣った時より息切れしてるんじゃないですか。いや本当だよマグロこんなに疲れないよすごい潮の流れ、音が、潮の音が、うわー綺麗、海が。天気のいい日見たらこれ綺麗でしょうね。でも天気のいい日は海に出てますね。ここだったら普通にナブラ見えますよね。見える見える、全然見える。普通に見えますよね、ここだったら。もうそこの辺とかで湧くんじゃないですか、その辺で。そうそうもうモンスターが200キロクラスが乱舞だよ。もうそうですよね。そこもそうだし、観光客の方もマグロが跳ねてるの何回も見てるかもしれないですね。でも気づかないだろうね。あまりにそんな現実があるとは脳が認識できないというか、なんか白いしぶきがあるなぐらいの感じかもしれないですね。なかなかこの高さからこの低気圧を感じることはないな。やばいやばい、来た来た。来た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 。逃げるよ。いやー、これはやばいやばい、来た来た来た。自然を感じますね。まさに地球を感じます。地球を。すごい。逃げろー。自分自身のレコードが、一応117キロ
国内のレコードは117キロのレコードなので、その国内のレコードプラスタッピのレコードっていうのを、今回狙っていきたいと思ってます。リリース基本的にはリリースしたいなと思ってはいるんですけれど、どうしてもその魚のかかりどころ、針のかかりどころだったりとか、ファイトタイムがどれぐらいかかるとか、そういったことによってちょっとちゃんとリリースができるかどうかわからないので、ちゃんとリリースできる状態でしたらリリースをしたいと思います。そのための道具も一応今回持ってきましたので、あとは船長とのちょっと連携というか、多分お会いするのが初めての船長だと思いますので、その辺もやっぱりちょっとこういう釣りは船長との連携っていうのはものすごくコミュニケーション大事になってくるので、その辺を大事にしてなんとか昨年よりは1本2本前に出たような超過を上げたいなと思います。記録とか重さっていうのは俺はおまけだと思ってる。その何キロ取らなきゃとか、その誰よりも大きいのじゃなきゃとかって決して思ってなくて、それって例えばもうその状況だったり流れる場所だったりかかる場所っていうところですごく大きく変わってくるから、その一つお魚を取れた取れないってこうなんか一遊するようなことではないと思ってるんだよね。でも多くの人はそれを目標、何か一つのその重さだったりというところを目標にするっていうのは分かるよ。僕にとってはそういうところではなくて、もうちょっとこう新たなそのアプローチというか、かけるまでのそのストーリーだったりアプローチだったり、もう一つはその作り手側からのその思いとして、どういうその新しいそのヒットのさせ方だったりとか、いろんな書き方っていう、こういうことができないか、こういう出し方できないかっていうところへの思いの方が大きいかな。目標っていうところで言うと、だから重さじゃなくてそういうところの方がどちらかというと、ただ一つこのプロジェクトに関して言うと、ジェイちゃんと2人の中でトルコのリリースすること、それはねその時のその状況ではあるけど、思い描いてるようなところを実現できていければなっていうのが、この2人の共通的な認識としてあるのかなっていうふうには思うけどね。後ろ跳ねた船長、後ろ一発跳ねた、しぶきがそんなに遠くないです。この方向のどうでしょう、500メーターぐらい向こうでしたね。バーンとしぶきが一発出ましたね今。今ので何キロぐらいですか？70ぐらいあるんじゃない？渋いでしょ？いやもう今のですごい興奮しましたちょっとでもやっぱルアーでかいっすかね。食ってますか？近年で青森のマグロに投げたサイズで一番いいかもしれないです。うおほほほ、あーでかいのもいる。あー今来たけど、あーいっぱいいますねイワシが。
表層にいっぱいいますね。周りにいるやつがなんかでかそうですね。こう、さっきのやつは周りのやつが背中が大きかったです。あ、出た出た、あそこすごい後ろめっちゃ湧いた。あそこおー近い。大体一日探し回って終わるなんてことはしょっちゅうだけど、もう今3、4回ナブラに向かって投げるけど、これは続いてくれると可能性はありますね。うわー食ったけどな。いやーあれ食ったか。食ったけどね、帰ってきちゃった。ごめんなさい食ったのにゴツゴツ来てたんですけど、今あんまり口大きく開けてないですかね。一回かかりましたけど、ちょっと乗ったけどなんかゴツゴツってきたけど外れた。いいね、こういうこの連携プレーでマグロをみんなで探す。お、シイラだ。おお、すごいすごいすごいでかいシイラ。わ危ない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 。すごいな、でかいな。あ、今一発出たな。うん。ああ、また2発出た。あ、出た出た。ダメだな、全然続かねえ。今微妙なやつが跳ねたんだよ。うん、3、4発、あまり大きくないやつが。だから一応投げたんだよ。よし、最終日、天気は最高。来るでしょう今日は。あー、天気最高ですね。どうなりますかね。ちょっと気温も下がってね、少し変化があったんで、昨日と比べると。昨日シーラナブラあったみたいなので、今日は今何時だ、6時か、10時間ぐらいあるんで、
ちょっと期待しましょう。でね、最初の本当意気込みは100キロオーバーリリースとかなんかね、かかった場合の時はどうするぐらいのことをたくさん話すけど、大体本当に現実はこうだよね。現実は1匹かけるので精一杯、探すのに精一杯、かけるのに精一杯。おーしよーし、すげえ、ちょっとでかいしぶきあるな、すごいな。左の方がでかそうだな。すごいなこれ。すごっ。うわ、すげえな。すごすぎる。うわ、すげえ。もうなくならないね。もうこれルアーちっちゃくしたら入れがかりだよ。でかいのがいるときはその周りに落としてこうやっていくと割と脇にいるでかいやつが食ってきたりするけど、これいなさそうだよ。でかいしぶきがないかな。午前中勝負だけど、一頭に力が入るね。スーパーセッションでこれだけの可能性を感じる海が初めてじゃないかな。3回目にしてこんだけ緊張感のある感じは。どっちかがかけれればいいですね。正直やっぱめちゃくちゃ怖いよね。なんかかけてみないと、かけたこともないし、かけてからどうなるか想定外、ね、規格外の大きさだからね。ほとんどの人が経験してないんじゃないかな。自分も含めてだけど、そんなサイズをやり合ってあげるっていうわからないから、まだ恐怖心というよりもかけたい、やりたいっていう気持ちの方が強いのかもしれない。恐怖心は多分やってる途中とか、投げる前とか、やってる途中とかやられてしまったりしたら、次がまたすごく怖くなるかもしれない。ミオは怖いもの知らずに近いのかもしれない。とにかく跳ねてたらかけてやる、取ってやるっていう気持ちの方が強いかもしれない。まあ何回見ても慣れるものではない。圧倒的な迫力、躍動感、
筋肉の塊の300キロ冷静に考えると勝てないよね。まあ、例えば普通のスポーツでいうと100キロの人と300キロの人だったらもう全くフェアじゃないわけなんですよ。それをまたこのね発売されてる中ではね12号って、まあ、自分たちの中ではもうマックスの号数だけれど多分ね300キロとかを目の前にしてこの細い糸でよく上がるなんていう感じがする。100キロであっても。でもまあこのラインとこのラインシステム、リーダー、竿、リール、ルアー、金具に一つにしても、ね、全てを信頼しないと絶対に上がらないんで、まあ、そういったタックルを今回持ってきました。4年前かなの青森のリベンジも兼ねて。よし。見えた今しぶき。2回俺2回見たけどもうあれほど分かりやすいしぶきないからもう期待感しかないよ。もうドキドキだよ。もうずっとやばいよ。もう見てるからねナブラを。おーシーラすごかったですね。シーラの数。おーすごい。さあ来い出そうだな。出てこい。おいだすごい。出ろ食われろ。すごいなシーラ。食われろ。そこで出ろ。ああそこにいる。来た。いやでも波紋残ってますね。なんかわーっとなってますね。追っかけてるんでしょうね。あらオッケーぐわーすごいなルアーがもうちょい右でしたね。さっきの大チャンスでしたね。あれでも誰かに食ってたらとんでもないことになってましたね。でもあんだけルアー落ちても食わなかったね。シーラ食ってたね。興奮しますねやっぱ。いやー楽しい。これやりたかったのはこれだ。すごいシーラでした。ドキドキだね。すごいシーラでした。いやーいいところ行ったんですけどね食わなかったです。いやー興奮した。久々にシーララブラに投げた。4、5年ぶりかも。かけれなかったな。もうちょっと狙ってキャスティングしてもう口元までルアーが落ちたっていうのは初めてかもしれないね。食わないわね。時の運だ。近づいたしなんか
掴めそうで掴めなかったところ、かかったとしてもまた掴めたかどうかもわからないけどね、あのサイズは。まあでも狙い続けてないとあれにすらも出会わないし、ルアーを投げ入れれたことだけで達成感はあったな。次は一歩ずつ近づいてます。3回目にしてね、あのサイズのところにルアーが落ちたからね。あと食うか取れるか、またこういう凪の日にああいう状況になるかもわからないし、水深がまた違うかもしれないしね。今日かけてこの水深でこの距離でこの天気で取れればね、今日の潮のスピードとかベストだったかもしれないけどね。まあ過酷であればあるほどまた燃えるしね、取った後に達成感ある。また来年だ。もうドキドキが止まらない。もう朝からずっとドキドキしっぱなしだな。ここの夕松目ギリギリって釣れること多いですか？いや、めちゃめちゃ釣れるね。一番釣れるって言ってもいいぐらいじゃない、そのシーラパターンだったら。シーラパターンはもうとにかくなんか昼から夕方、昼にワンチャンスあって夕方ワンチャンスっていうのはもうなんかシーラパターンみたいな。今じゃあもうまさにまさに超試合だと思うよ。出てもおかしくない。やっぱり一番暑いのはもう3時半からみたいな。だから今もうまさに超ゴールデンタイム。急にだよ。もうなんか今日別な日みたいな感じでいきなりなるよ。世界がガラッと変わってドカーンドカーン。大体まあかかる日ってそんな感じだよね。まあ一時いい時もあるけど、全然何もなくて夕方ワンチャンスのもうドッカンドッカンドッカンなるパターンみたいな。だから思いのほかなんかマグロって夕方好きなんだよね。でもやっぱり1時前後って一つこう山があって、もう一個はもう3時半過ぎぐらいにそういう山がみたいな、なんか俺にとってのそのモンスタータイムってなんかそんな感じなんだよ。もう一日中一本の羽も見なくても、もう夕方ドッカンドッカンなる時すごいからね。やっぱもうこの朝の潮とこう夜の潮とこうやっぱり分かれてるんだよね。で夜の潮に切り替わる瞬間とかそういう時なんだよね。その夜に、まあ夜っていうかその夕方出るのが、そういう時って朝全然ダメなんだよ。で朝いい時って夕方割とこうそんなに良くないことが多いんだよ。ある意味なんかすごかったし、ある意味ちょっと残念だったし、いつもだったらねちょっとワンチャンス朝あって何もなくなったっていう感じだと夕方ワンチャンスあるんだけど、まあこの時間まで粘っても何もなかったよね。まあこればっかりは本当にまあいろんな条件がこうねあれしてしょうがないところではあるんだけど、まあでもちょっとこうモンスターのその片鱗をち
ちょっと取れたのかなっていうのもまああったんで、まあそれはそれでなんかこの企画の中ではプラス要因かな。やっとこの場面が取れたじゃん。モンスター取るぞモンスター取るぞっつってもなかなかやっぱりその小さいナブラしかなかったり、あとはもう誘い出しでね、まあちょっと大きいのが出たこともあったけど、まあでもシーラーパターンっていうのはもう取りたくて取りたくて、でも取れるもんじゃないからそんな簡単にね。でもまあこれが取れただけでもちょっと相当インパクトはあるかな。シーラーパターンってなかなか撮りたい撮れないっつって言ってなかなか映像に残せないからね。スーパーセッション先橋野さん変えられましたけど、やっぱまだ続けていきたいですか？まあもちろんまあこれは多分ね、なんか行き着くとこってないんじゃないのぐらいな感じなんだよね。そんなうまくモンスター取ったりリリースしたりなんていうところそんな簡単に出会えるわけもなく、まあ俺もせいちゃんもなんだかんだ言って結構スケジュールいっぱいの中で、まあなんとか2人で合わせてやろうよっていうところから始まってて、まあでもどうしても限られた日にちの中でやるってすごい難しいんじゃないかな。でもまあ2人でこうやってやってるとそのうちなんか今回みたいに一歩一歩こう近づけるなんかチャンスはあるのかなっていうふうにも思えるし、そこはね行くとこまで行きますよ。